こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は無職1年のお金の現実7選ということで、前回に引き続き無職1年の現実シリーズ、今回はお金編です。仕事が辛くて退職し、そのまま1年間のキャリアブレイク期間を送った私が直面したお金の現実と、そこから得た学びを赤裸々にお話ししようと思います。まずキャリアブレイクは何かと言いますと、退職後も再就職はせず、心と体を休めたり、今後のキャリアを見直す期間のことです。世間的にはまだあまり浸透していない考え方だと思うので、実際暮らせるのか、お金は大丈夫なのかなど疑問も浮かぶ方も多いと思います。なので今回は私の無職期間の貯金のこと、税金のこと、生活にかかるお金のことなどなど、お金のことについてぶっちゃけてお話しした動画になっています。今まさに仕事を離れるか悩んでいらっしゃる方も、キャリアブレイクという選択肢もありなのかもしれない、そう思えたら少し希望にもなるかなと思いますので、キャリアブレイク経験者の一つの体験談として聞いてもらえたら嬉しいです。それではスタートです。無職1年のお金の現実、一つ目はお金はなんとかなったです。お金の不安も抱えたままスタートしたキャリアブレイクでしたが、実際はお金はなんとかなりました。もっと正確に言うなら、生活防衛資金を用意していたからお金の面で失敗しようがない状況でした。生活防衛資金は病気や失業など緊急時生活を立て直すための期間の生活費として備えておくお金のことです。よく半年から1年分あるといいと言われたりしています。で、実際私が生活防衛資金としてどれだけ用意していたかというと、2年以上は暮らせるぐらいの額を現金で用意していました。それに対してキャリアブレイクとして私が予定していた期間は1年間なので、1年全くの無収入でも普通に暮らす限り絶対に生きていけるという状況だったんですよね。休みの期間、お金がただ減っていく状況に怖さがなかったと言ったら嘘にはなりますが、1年間休んだとしてもお金が尽きるはずがない、計算上は絶対大丈夫、そんな状況があったからこそ思い切って休むことができたんだと思います。コツコツと貯めてきた生活防衛資金にものすごく救われた経験になりました。もしつまずいてしまった時に自分自身を助けるためにも生活防衛資金を用意しておくことって本当に大切なことなんだと実感しました。ちなみに失業給付や病気の方向けの傷病手当金など働けない期間を支える公的な制度もありますので、自分が対象なのか退職前に一度調べてみることをお勧めします。そしてもし今精神的にもう苦しいと感じられている方は、こんな風にいざという時に守ってくれる制度もありますから、お金のことよりも何よりもとにかく自分の体と心を優先して、まずは病院を受診して休むことを考えてみてください。無職1年のお金の現実、2つ目は退職後の税金負担が重すぎるです。想定はしていたものの、いざ税金を自分で支払うとなると、その負担感に本当にうろたえました。キャリアブレイク期間中の健康保険と住民税は前年の所得、つまり会社員時代の収入をベースに算出されるので、現在無職とはいえ会社員時代の基準で支払わなきゃいけないんですよね。しかも社会保険は制度上会社が半分負担して払っていってくれるものなので、退職したらその痛み分けがなくなって、健康保険の負担は会社員の時の2倍にもなりました。国民年金も無職だろうと一律額の支払い義務があります。いやー、もうこれは無職には強烈な一撃ですよね。しかも税金って1年分まとめて一気に請求案内が届いたりするので、一度の支払いが何十万にもなることもありました。もうさすがに青ざめました。今まで税金は給料から差し引かれていたので、実際いくら払っているかなんて全く気にしていませんでしたが、いざ自分で支払ってみて初めてその負担感を痛いほど実感させられました。税負担の重さを実感した今は、せっかく税金を払っているんだからと図書館だったり公共施設を結構活躍するようになりましたね。ちなみにこの動画を作るにあたり初めて知ったのですが、国民年金には退職した方向けの免除猶予制度があって、申請すれば保険料の負担を軽減できる場合があるとのこと。
もし今後追納しない場合、将来の年金受給額に影響するので、この制度を利用するかは人によるところではあるとは思いますが、知っていれば選択肢も広がりますよね。退職後の税金の手続きや減免制度についてすごくわかりやすくまとめてある動画を見つけたので、詳しく知りたいという方はぜひ概要欄から見てみてください。これを見ると本当に無知は損をしてしまう時代だなぁと思わずにはいられません。チャット GPT などの AI でも大体の税負担額や減免制度は簡単に調べられるので、退職前におおよそシミュレーションしておくと安心ですね。無職1年のお金の現実。3つ目はミニマリズムがキャリアブレイクの最強の味方だったです。会社を離れ入ってくるお金が少ない状況の中で、当初は会社を離れたら苦しい暮らしになるのではないか、そんな不安もありました。でも実際は結構心地の良い暮らしを送れたんですよね。その理由を考えてみると、やっぱりミニマリズムが暮らしの土台になっていたからこそだなと感じます。まずミニマリズムのおかげで月々の生活費が結構低く済んでいたんですよね。少ないお金でも十分に生きていける、そんな状況が新しいことに挑戦する金銭的な支えになりましたし、精神的にも大きな勇気になりました。そしてミニマリズムのおかげで幸せの価値基準が変わったのも、少ないお金でも心地よい暮らしを送れた理由だったと思います。何年も続けてきた捨て活のおかげで、私の中の幸せの基準っていい意味でガラッと変わったんですよね。物が多い暮らしではいつまで経っても心が満たされない。逆に数少ない自分の超お気に入りだけに囲まれている、そんな小さな暮らしの方が満足感でいっぱいで心が幸せになる。捨て活を通して何が自分にとって大切なのか、物事の優先順位がしっかりつくようになって、小さな暮らしこそ最高に幸せと心から思えるようになったんです。これまでずっと私は人生ってなんて難しいんだろうと悩んでいました。でも今は物を手放すと暮らしが楽になるのと同じように、人生も余計なものを手放したら意外とシンプルで生きやすいものなんじゃないかなと、なんとなく思えるようになってきました。たとえ少ないお金でも少ないものの数でも、毎日を満ち足りた気持ちで送れるようになるミニマリズムは、人生のあらゆる挑戦のハードルを下げてくれる私の最高の味方であり、最強の武器だなと、この1年で強く感じました。無職1年のお金の現実。4つ目は投資のパワーを感じたです。完全な無収入を想定してスタートしたキャリアブレイクでしたが、嬉しいお金の上振れもありました。まず一つは退職前から続けていた YouTube 副業の収益ですね。こればかりは本当にラッキーでしかなくて、とにかくいつも見てくださっている視聴者の皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。いつまで続けられるかもわからない不安定なものではありますが、これからも長く続けて見てくださる方の暮らしが少しでも上向きになるような、そんなお力になれたらなと思っています。そしてもう一つの上振れが NISA などのインデックス投資です。これがとにかくすごかったんです。私は5年前からコツコツと NISA や特定口座で投資を続けているんですが、その資産がこの1年で恐ろしいほど成長してくれたんですよね。ちなみに私の主な投資先は全世界株式、S&P500 などの広く分散の効いた投資信託です。でもちろん投資の資産は何十年も先の未来のために積み立てているもので、無職期間の生活費として切り崩すつもりは一切ありませんでしたし、それにこの1年の相場が本当に良すぎただけなので、一時的な成績を見て喜ぶのは良くないなとは頭では分かっているんですが、でも自分が働いていない無職の期間でも資産が増えてくれたという状況は、精神的にもとても大きな安心につながりました。自分が働けない時にも資産は増えてくれる。そんな投資の驚異的なパワーを本当に身をもって実感させられました。過去には辛い仕事のストレスをお金で発散してしまっていた時期もありましたが、心を入れ替え、それから節約と投資に何年も取り組んできました。そしてその積み重ねが今まさに私のこれからの人生の選択肢をさらに広げてくれています。仕事が苦しい、そんな時だからこそお金の使い道を大切に選択してきてよかった。コツコツ積み上げてきた過去の自分に今本当に感謝の思いでいっぱいです。無職1年のお金の現実。5つ目は資産はお金だけじゃないと気づけたです。これは本当に大切な気づきでした。退職に何年も踏み切れなかったのも、
キャリアブレイクを取ることをずっと足踏みしていた理由も突き詰めると全部お金の不安があったからだったんですよね。でもこのキャリアブレイクの期間を通して資産ってお金だけじゃないんだということに気づかされました。ある時読んだ本に資産についてなるほどなと思うことが書いてありました。それは人生における資産って実は5種類あって、まずお金はもちろんなんですが、他にも時間、健康、人間関係、スキルや才能、これらが全て合わさって人生の資産なんだそうです。てっきり資産イコールお金だなんて思っていた私にとっては本当に目が鱗の観点だったし、同時にすごく納得もしました。キャリアブレイクってお金だけで見るとマイナス方向になるかもしれないけれど、でも実は5つの資産を増やす効果があったんですよね。キャリアブレイク期間、まずはゆっくり体を休めて健康を取り戻すことができましたし、海外に行ったりいろんな経験をして時間という資産を最高の思い出に変えることもできました。もちろんお出かけはお財布とちゃんと相談しながらですけどね。そんな経験の中でたくさんの友人もできました。自分のスキルや才能を生かすために改めて仕事について向き合う時間も取れたり、5つの資産の総量はこのキャリアブレイクの期間、むしろとっても増えていったように感じます。実感としてももう本当に充実した時間を過ごせた気がして、より豊かな人生へ少しずつ歩み進んでいる、そんな風に感じられました。退職前はお金が理由で苦しい仕事からずっと離れずにいた私でしたが、このキャリアブレイクを通してお金って幸せのたった1要素に過ぎなくって、5つの資産もバランスよく高めることこそが豊かに生きるということなんだと学ぶことができました。無職1年のお金の現実。6つ目は、これからは稼ぐよりもどう生きるかを大切にしたいと思えたです。人生の資産はお金だけではないと話をしましたが、最近は特にお金以上に時間にこそ価値があると思うようになりました。お金は後から稼いで取り戻せるかもしれない。でも時間ってどれだけお金をつぎ込んでも後からは取り戻せない、何にも変えられない、本当に価値があるものなんですよね。私はこれまでの人生、いい学校に行っていい会社に就職してキャリアを積んでいくことが正しい人生だと信じて生きてきました。でもその成功したはずの会社員生活で、実際の私はずっと心も体も不調な日々を送っていたんですよね。こうして仕事から離れ、心も体も元気になって初めて二度と帰ってこない時間という本当に大切な資産をこれまでどれだけ存在に扱ってしまっていたか気づかされました。じゃあなんでそんなに仕事が苦しかったのかと、その理由も振り返ってみると、仕事にやりがいと得意不得意のミスマッチがあったからだと思うんです。前職では自分の苦手なことばかりの業務内容だったので、働いてるだけで苦しかったですし、社会的に意味のある仕事だと頭では分かっていても、正直やりがいは感じられていませんでした。自分の強みややりがいと合わず、会社での夢や目標も全く持てない中、社会人としての義務感だけでなんとか定年まで働き切ろうとしていたんですよね。そりゃあエンジン切れになってしまうのも当然です。逆に YouTube は私と同じように悩む方の助けになってほしい、そんな思いが原動力になって、朝から晩までなんなら寝ることも忘れてしまうぐらい夢中で作業しちゃってます。 YouTube を作ってる時間自体がもう本当に幸せを感じられる瞬間なんですよね。働く時間こそ人生の大部分を占めるものだから、稼ぐためだけではなく仕事にやりがいや生きがいを感じられるかって、私にとってはきっととっても大切なことだったんだと、今回キャリアブレイクを通して気づくことができました。これからはただ稼ぐことよりもどう生きていくかを大切に自分のキャリアに向き合っていきたいと思っています。無職1年のお金の現実。7つ目は、それでも稼がなきゃいけない現実は変わらないです。これまで資産はお金だけじゃないとか、稼ぐよりもどう生きるかを大切にとか、お金以上に大切なものがあるなんてかっこつけたお話をしてきました。これは本心ではあるんですが、でも一方で現実問題、生きるためには稼がなきゃいけないこともキャリアブレイクを通じて痛感させられました。毎日生きていくだけでもお金がかかるってことを無職になったら余計に感じられましたし、老後も周りに迷惑をかけず生きていくだけの資産形成もちゃんとしていきたいとも考えています。
なのでやっぱりお金の悩みは無視できない、向き合わなきゃいけない問題なんですよね。自分に合う仕事を見つけたい、自分らしく働きたい、でもお金も稼がなきゃいけない、綺麗事ばっかりは言ってられないのが現実でした。でもそんな稼ぎ続けなきゃいけない人生だからこそ、キャリアブレイクのようにキャリアに改めて向き合うことって大切だったなとも思うんです。私がキャリアブレイクを選択したのは、お金を稼ぐことから逃げるためではなくて、今後ずっと生き生きと働き続けるためのポジティブな決断だったとも言えるんですよね。キャリアブレイクって世間にはまだそんなに認知されてないものだと思います。実際私も家族にも友人にも言いづらさは感じていましたし、企業からの印象も正直そんなに良くはないかもしれません。職務歴にブランクを作ってしまった今、もう同じようなキャリアに戻るのは難しいだろうと覚悟はしています。一方でキャリアブレイクの期間、いろんな人と出会い、いろんな働き方を見てみて、私がこれまでいかに一つの企業という狭い世界にとらわれていたかということにも気づかされました。日本にはなんと約360万社もの企業があるらしいですから、どこでどうやって働くかの選択肢はきっと無数にあるはずなんですよね。それにキャリアブレイクが正解かどうか決めるのは世間体ではなく自分次第です。だから世の中にある無数の選択肢の中からどんな選択を選んだとしても、自分が選んだ道を正解にしていくだけ。不安はありますが、失敗や成功のもとと信じ、たった一度の自分の人生は自分で責任を持って思い切って歩んでいきたいなと思っています。転んだとしても痛いだけで、また立ち上がればいいだけです。これからの私の人生が一体どうなっていくか、自分でも全く想像がつかないんですが、ぜひのんびりと温かく見守っていただけたら嬉しいです。以上が無職1年のお金の現実7選でした。今回の動画は見てる方によっては、あなた副業やってるじゃんとか、一人暮らしだからできたんでしょうって参考にならないと思われた方もいらっしゃるかと思います。でも本当におっしゃる通りだと思うんですが、でも結局みんなそれぞれ置かれた状況の中で人生を選択していくしかないのかなとも思うんです。で、逆に私からすると、支える家族がいる方ってそれだけで羨ましいなとも思ったり、なんだかんだ他人は羨ましくって、自分が本来持っているものにはなかなか気づけなかったりするんですよね。人間の心って難しいです。こんな感じで絶賛お仕事を模索中の私の体験談が、働き方に悩む方の少しでも力になってくれたら嬉しいです。それでは。先日ですね、 AI にお部屋の映像と私の後ろ姿を合成してみてって頼んだんですよ。で、生成された映像がとんでもなかったので、ちょっとここで公開したいと思います。いや、誰っていう、本当に全然違う顔。AI が作り出した私の顔なんですけれども、私本人とは一応全く似ていないので安心していただければと思います。お顔はちょっとあれでしたけど、 AI ってすごいなと思いました。